2024年に発売された Apple Vision Pro になります。購入した理由にもなるんですけど、未来に期待した部分があって、一度も飛行機に持ち込もうと思ったことを発想に至ったことすらないです。普及モデルのビジョンが見えない、この Vision Pro で得られる体験っていうのは本物なんで、はい。今日はですね、こちらについて話したいと思うんですけど、これ皆さん何かわかるでしょうか？すごい枕っぽい見た目なんですけど、2024年に発売された Apple Vision Pro になります。初代のモデルですね。僕実はこれを発売日に買って、しかもある方法で世界で発売する何ヶ月も前に体験させてもらうぐらいこのデバイスに思い入れがあったんですけど、今回こちらを手放すことに決めました。この Apple Vision Pro、僕が発売日に買って届いてから実際に使ってみた時間も含めて、起動時間で言うと正直100時間もいってないぐらいだと思います。値段60万円するんですけど、そのレベルのデバイスとしては異端の存在としてずっと家に置いてあったんですけど、さすがに埃がかぶりすぎているってことで今回手放すんですが、この動画ではですね、なぜ手放すのかっていうのについてと、ただ遊びたくて買ったんじゃなくて、アプリとかゲームの開発者としてこのデバイスに期待を込めて買ってたんで、なんでその期待に応えてもらってないかとか、何が今 Vision Pro に足りてないのかとかですね、その辺を話したいと思います。最初に僕がこの Vision Pro と出会った理由みたいなことを話しまして、でその次に明らかに Vision Pro が自分に合わなかったというか、世界中でユーザーが伸びてない理由っていうのが明らかにあるんで、なぜダメだったかっていう理由、それで最後にそれでも非常にいいところもあるんで、いいところについても話したいと思います。まず歴史を軽く紐解きますと、 Vision Pro は2024年に発売されています。当時 Apple の初のゴーグル型デバイスということで話題になりました。 Apple はこのデバイスを VR とは言わずにコンピューターというふうに定義してるんですけど、この見た目だとどうしても VR ゴーグルの製品と比較されてしまっても仕方ないと思います。で最初にアメリカだけで先行発売されたんですね。その時世間を大きく騒がせた一つの理由が値段だと思います。こちら日本円にして60万円で発売されたんですけど、その値段を聞いてやっぱり自分がターゲットじゃないなと思った方も非常に多いんじゃないかなと思います。Vision Pro という製品に感じたものとしては、まずこれを Apple は一般的なユーザーに向けて完成品として送り出しているんじゃなくて、最初は明らかに開発者をターゲットにしているなというふうに思いました。センサーだったりとかスペックがモリモリの状態なので、手加減していないこういう端末を最初に開発者に渡して、これで何ができるかっていうのを開発者サイドに考えてもらうっていう、試作機と言ってもいい感じの立ち位置なんだというふうに理解しています。 iPhone を振り返ってみても、スマートフォンが一般的じゃなかった時代に iPhone が流行った理由の一つとして、やっぱりゲームが iPhone で非常に優秀だったからっていうのがあると思います。当時スマートフォン自体が流行りだした時って Android のスペックも良くなかったんで、いいアプリをすごい iPhone に集中してたんですよね。だから iPhone を選ぶっていう理由にもなりましたし、で一度そういういいアプリにあって使っていると、その次のスマートフォンも iPhone を選ぶっていう理由になったりしたんで、それを Apple は Vision Pro でもやりたいんだと思います。またプロっていう名前もゴーグル型のデバイスが初めて出た時にいきなりプロっていうのはつけないと思うんで、メッセージに表れているのかなというふうに思いました。で僕が買う決定打にもなった話ですけど、日本で発売されるちょうど1年ぐらい前ですかね、正確には10ヶ月ぐらい前なんですけど、開発者向けの先行体験会が行われていました。人数は限定的で全員が行けるわけじゃなくて、応募して限られたメンバーが発売前の端末を触ることができるっていう体験会でした。僕は六本木のその Apple のオフィスに招待されていて、そのセキュリティも非常に厳しくって、 iPhone のカメラ部分にテープとか貼られて、まだ未発売の実機を触るっていう体験がいかにその特別なんだっていうのを感じた記憶があります。そこでできることとしては、時間が許す限りこの Vision Pro で遊ぶってこともできますし、 MacBook とは持ち込んでですね、そこでアプリを開発するっていうこともできます。1回目だったんで実際に端末触ってみて、ファーストインプレッションとしてはディスプレイの解像度の高さと、センサーによって実現している現実世界と仮想の世界の融合みたいな、そういうのを作り込みは本当素晴らしいなと思って、これは Apple でしか作れないなっていう、そういう実感があったので、も正直当時からこれがそんなに売れるとは思っていなくて、やっぱり値段がネックになると思ってました。あとそれと同時にアプリも増えていかなかったら、この端末だけで買うっていう風になる人は少ないんじゃないかなという風にちょっと厳しめに見ていましたね。でもそれでも自分が購入した理由にもなるんですけど、未来に期待した部分があって、まずそのアプリが増えていくって部分は、自分も微力ながらデベロッパーとして貢献できるかもしれないと
思った節もありますし、で2つ目はアップルに対する期待ですけど、この先安いモデルを作るんじゃないかっていう観測があったんですね。で僕もそれは当然の動きだろうというぐらいに思ってて、さすがにこの60万の価格帯の端末を本気でなんか売り出すというよりかは、これでアプリとかを充実させた後にもっと安い値段帯の Apple Vision なんとかを売り出して、それでライトユーザーも一気に集めようみたいな、そういう流れだと思ってたんですよね。そういう予測も込めて僕は当日に買うことを決めました。ではここからが本題で、なぜ手放すのかっていう理由について話したいんですけど、まず1つ目はとにかく重いってことです。ビジョンプロのレビュー動画たくさんあるんですけど、ほとんどって多分言われてるんじゃないかなっていうぐらい、一般的な悩みなんですけど、大体この初代のモデルだと 650g ぐらいかな。でこれを頭に装着して実際に使ってみると、僕の場合30分から1時間ぐらいが連続で楽しむことができる限界の時間ですね。1時間以上つけられたってことはほとんどないです。これで映画とかも見たことあるんですけど、大体その中盤ぐらいには重いしんどいっていう風思いが勝ってきちゃって、いくら映画が面白くても見続けられないっていう風になっちゃいます。単純にその重いから休憩すればいいやって話じゃなくて、やっぱりどこか圧迫してる状態が続いているからなのか、少しその後体調が悪くなるんですよね。するとどんどん悪い体験が積もっちゃうと、この端末自体から距離を置き始めるっていう風になって、使わなくなってしまったのも一つあります。Apple Vision Pro の宣伝の動画とか見ると、車とか電車とか飛行機に乗って、でそこで使えば大画面のシアターが楽しめるよっていう、そういう動画いくつもあるんですけど、このビジョンプロ僕が買ってから飛行機なんてもう山ほど乗る機会あったんですけど、一度も飛行機に持ち込もうと思ったことを発想に至ったことすらないです。バッグは一応持ち運びのことを考えてバッグ買ったんですけど、重さを感じただけで速攻持ち物リストの候補から外れるぐらいのインパクトがあります。こんだけ重いものを人間頭に乗せて生活することなんて想定されてない生き物なんで、こういうデバイスそのものがなんか日常に馴染みにくいのかなっていうふうに感じてます。あと理由の2つ目になるんですけど、個人開発者としてビジョンプロのアプリとかゲームを作るっていうなると、採算ラインが意外と難しいなと思ってて、ちょっとこれはゲームだけの話かもしれないんですけど、Appleが出してる提供している、フレームワークなりだけでゲーム作れるんですけど、時間がかかってしまう。ゲーム開発をなんか一般的にやる方法と比べるとっていう現状があって、一般的に使われてる方法は使えないのかっていうと使えるんですけど、ライセンス料が非常に高いんですよね。当然そのライセンス料を回収したいって考えるじゃないですか。ただ今売れるほどもうユーザーがいないっていうのは数字が示しちゃってるので、そういうところでもう諦めてしまう人が多かったり、今現にアプリストアで少しずつ増えてるんですけど、そういうゲームって少し大きめのデベロッパーとか会社が作ったようなものが増えてます。なのでやっぱりそのユーザーが増えるっていう道筋が立ってないと、なかなか参入して規模の大きい、ゲームだったりとかアプリを作るっていうのは難しいなというふうに思ってます。で手放す理由3つ目は2つ目と非常に近いんですけど、普及モデルのビジョンが見えないっていう点ですね。これは僕が買った時の未来の予想だったアップルがいずれ廉価版なり普及モデルを出すだろうっていうところなんですけど、2年経っても動きが見えないっていうのが実際問題です。で噂もほとんどと言ってないですし、むしろ逆のアップルがビジョンプロ開発の人員を削減したとか、そういうニュースがむしろあるぐらいで、これからなんか本当に安いモデルが出るっていう話は今のところないと思います。むしろ安いのを作れないっていう理由の方はもう自分も納得できる要因がいくつもあって、まず一つはもう物価高でこういうスペックのコンピューターを安く作るっていうのは難しいだろうと思ってるところですね。半導体も値上がってますし、昔に比べたら。で安いモデルだと当然機能を減らしてくると思うんですけど、なかなか減らせる部分が少ないと思うんですよね。値段が安い VR ゴーグルとかかなり増えてきたんで、そっちと比較されちゃうんじゃないかなっていう、そういう懸念もあります。はい、ということでビジョンプロをなぜ売るのかっていう、どうしてもネガティブな商品レビュー動画みたいになってしまいましたけど、僕はこのビジョンプロを端末としては本当にすごいと思ってて、若い人だけじゃなくて年上の人でも素直に驚いてすごいって言ってました。で特に刺さるのが映像コンテンツ、360度カメラみたいなので撮影してて、しかもその奥行き感も非常にリアルな映像コンテンツが真ん中で見れるんですけど、スポーツの動画とか見ると実際に自分が現地で観戦してるような、本当にそういう臨場感を得られます。はい、と
そういうことで今日は開発者として期待して買ったこの Vision Proをなぜこのタイミングで手放すのかについてお話ししました。この Vision Pro で得られる体験っていうのは本物なんで、もしこの次につながる普及の道筋みたいなのが示されたら状況は変わると思いますし、また僕も改めて買うと思います。この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。